お、あ、こんばんは。こんばんは。もしもし。もしもし。もしもし。本物だ。はあ。こんばんは。こんばすごい。んは。ああ。動画で聞いたことある。あ、やっと来れましたよ。おめでとうございます。はじめまして。あ、はじめまして。あ、そうか。そうしていない。なんかすごい遠い人がいる。そう、正真正銘の。まあ、こ今こから録音されたらすごい恥ずかしいことになるじゃないですか。舞台裏を見せてるような。めっちゃ、はじめましての、初々しい音源が残ってしまう。いや、夜遅くにありがとうございます。いきなり本当にすいません。誘っていただいてありがとうございます。本当に。ちょうど寝ようかなって思っていたら、おう。誘いが来たんで。すいません。いや。暇すぎて寝ようかなって思ってたんで。あそっか。いや、本当に、ようやくですもんね。結局。そうなんですよ。何回か、本当神様に阻まれて。本当に、ね、なんかすごい、確率っていうか。そう、スカイプ調子悪くて、インフルエンザかかって。おー。最悪。AV 女優に間違いないの。工藤夏さんがね、ご活躍するということで。ご活躍現役の方なんですか？あ、どうだろ工藤、調べちゃおう。調べる。う。恥ずかしい。あ、でも大丈夫です。弾丸論破ジオータはちゃんと出てきます。美少女の上に出てきてます。勝った。美少女に勝った。一番上にアマゾン美少女があって、2番目が美少女で、3番目がで、あ、道のり長いな。勝ちましょう、美少女に。頑張ります。よし。あ、じゃあ朝以上です。鳩山の中の人が美少女だってなっちゃう。だいぶとひどい。ああ、失礼しました。いや、刺されますわ。あ、もう刺されて叱るべきでした、自分。あ、じゃあもう、この、セクハラした勢いで、アフタージアフター放課後ラジオ。はい、というわけで今回はですね、特別企画をお送りいたします。で今回は、先日、特別編で DRTA のラジオがあったんですけれども、そちらの方ですごいたくさん質問をいただいてて、私と、私ラグナと両雪見役の草刈里香さんがお答えしたんですけれども、しました。まだいっぱいお答えできてない質問がいっぱいあったんですよ。ね、いっぱい来ましたからね、ありがとうございました。ありがとうございます。で、そういう質問をですね、今回、ご一緒していただいている方々にも、ね、一緒に答えていただこうかなという企画なんですよ。いいですね。ね、ぐだぐだですいませんね。大丈夫です、はい、じゃあ。というわけで、拙いながらもね、企画進行を務めます私、上田金次役のラグナと、はい、両雪間役の草刈里香です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。そして、今回ご一緒させていただくのはね、こちらのお二方です。どうぞ。はい、超高校級の幸運の島立てこの英役の小雪でございます。今日は噛みませんでした。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。それでは次、ついに来ました。はい。来ましたよ。超高校級の手品師鳩山コイン役の工藤夏です。はじめまして。はじめまして。はじめまして。よろしくお願いします。ようこそおいでくださいました。ありがとうございます。いや、本当に。はじめましてですからね。はい。ずっと動画見てて、動画見てましたね。皆さんお待ちかね。
ねえ、皆さん、だいぶ待ったでしょう。逆にこっちが緊張してきちゃった。あの夏さんがいる。握手してください。えあ、どうもどうも、苦しいのか。はは殿様。ということで。じゃあ、そうしましょう。早速質問に行きましょうか。ははーい。じゃあ、質問、はい。お願いしますよ。リカさん、振ってください。私はもう冒頭で仕事をした。はいはあ、皆さんいいですか？質問いきますよ。企画のキャラのオーディションがあったと伺いましたが、このキャラを選んだ理由があれば教えてください。また、もしこのキャラ以外であれば、誰を演じてみたかったですか？お答えください。そうですね。ナツさんどうでした？あ、そっか、僕だ。なんか。鳩山コイン、そうだな。なんか、オーディションの形式が、最初、こう、キャラ一覧と先行セリフと、あとなんか性格とかちょっとしたものバーって書いてあって、その中で、第一印象、いいな、こいつって思ったのが鳩山コインだったような気がします。運命の出会いですね。そうなんですよ。どうも。運命の人です。鳩山コインの運命の人、工藤夏です。どうも。すいません。この頃考えるとなんか懐かしいな。やっぱり。そうかそうか。で、それで見事に役勝ち取ったんだからすごいですよね。運命ですよね。そうなんですよ。ありがたいことに。ありがとうございます。他にオーディション受けたキャラクターとかいらっしゃったんですか？関良平おおをやった気がしますね。めっちゃ聞いてみたいですよね。関くんの CV の、大和くんとは、もともと知り合いで、で、なんか、その話も結構してたんですね、確か。僕、関良平やりたかったけど、いや、大和くんの方が関良平似合いそうだから、みたいな、そういうやりとりをして、で、見事、どっちも合格できたので、本当良かったでです。すね、それは。そっかそっか。鳩山コインのイメージでということはやってくれるんですやか？ってみたかったキャラクターも関良平くんだったと。そうですけど、あでもやっぱなんか裁判見てしまうと、うん天ヶ谷一生も、あ夏岡は、前日カラオケで喉潰さないと。でも天ヶ谷くん演じたくない人多分いないんじゃないですか？あれを見てしまったらもうあれやってみたいなって思っちゃうんですよ、やっぱり。そうなんですよね、やっぱ。私勝手にやっちゃったんですけど。またね、天ヶ谷役の真央さんすっごい楽しそうにされてるんで、そうそう。それがまたね、やりたいって思わせる一点ですよね。真央さんすげえな。真央さん、かなわねえな。真央さんどんな感じで収録したんだろうなっていうのを勝手に想像して勝手に笑っちゃうんですよ、僕。家の中で一人イコールイコール楽しそうだな。高らかに行ってみたいな。じゃあ小雪さんとか自分のこのえちゃん以外で演じてみたいキャラクターとかいらっしゃいますか？かなえちゃん以外だと悩む悩む。でもちさちゃんかな。ちさちゃん。多分なんだろう、自分に近いものがすごいある気がするんですよね、ちさちゃん。うん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 。だから絶対、そうだな。でもな。悩む悩む。トーマさんな。トーマさんがすごいからな。そうなんですよね。トーマさんはもうあの芝居を聞いちゃえばね、やりたいですともうよう言わん感じになってしまいますね。そうですよね。泣き演技。もうみんな唯一無二なんですよ。そうですよね。みんなそうもう
の人じゃないと再生できないってくらいぴったりですもんね。もうほんとそうなんですよ。うん。だからもうどれがやりたいとか誰がやりたいとかもう本当になかなか言えないな。なるほどなるほど。そっかそっか。ラグナさんはもう天ヶ谷って言ってますもんね。そうなんですよね。なんか、他にもなんか、演じてみたいっていうのはもちろんあったんですけど、やっぱ真っ先に出てきたのが天ヶ谷くんだったんですよ。あれ楽しそそううですなんですよね。楽しいですね、あれ。やってみたいんですよねもう、言ったあの一言だけでも相当楽しかったですよ。性別男だったら絶対やりたかったですもん私。やりたかった。でもすごい本当やってみたいのは天ヶ谷くんは本当に性別を超えてもいいならやってみたかったですね。ね。わかるわ。あのセリフ読みたくない役者はいないでしょうっていうような感じですよね。てか割と皆さんのバージョンで聞いてみたいってのもありますよね。ああ、確聞いてみたいな。聞いてみたいな、それはまだ。男性 CV 全員で天ヶ谷一世やってみたみたいな。うるさそう。良さそう。もう全員同時再生で。全員同時君は再生。引き分けられるかみたいな感じで。もしも学級裁判に参加している人全員天ヶ谷一世だ。なんかめちゃくちゃうるさうそう。わあ、カンペが。そろそろ次お願いします。はい OK です。じゃあこれ次も自分が読み上げるんですか？じゃあ次自分読みましょうか。そうですよね。じゃあ続いての質問ですね。自分が考えたものなども含め、自分がなってみたい超高校級の才能は何ですか？超高校級の才能は何ですか？ですまか？た、こんな状況で活用してみたいといった才能の使用用途もできたら教えてくださいと。あまあ、そもそも自分が与えられた才能を普段使ってみたいと思いますかね？ー。うわ、どうだろう。書道家だったらバンバン使いたい。ああ、確かに。めっちゃ便利じゃないですか、書道家。めっちゃなりたいんですけど。字綺麗な人っていいですな。うんうん。器用になりてえな。手先が器用っていいな。あーマジシャンとかも器用ですもんね。あ確かに。マジシャンな、いいな。みんななんか普通に初歩的なカードマジックとかトランプマジックとか全然やってみたいんですけど、うんうんうん。むしろ何のマジック一番やりたいですか？ナツさん。えそうですね。あれやってみたいです。お金を観客からもらって、で、なんか、ビリビリに破くなんなりして、で、でも大丈夫ですよ、みたいなやつがやりたいですね。びっくりしたみたいな。なるほど、なるほど。お今、客さんをハラハラさせるようなやつがあやってみたい。そういう趣味が終わりなんですか？いや、嘘。全部嘘、今の。もう遅いですよ。なるほど、そういう趣味がある。メモしときます。だな草かメモに書かれてしまった。草カメモに自身の演じてるキャラクターの才能で考えると、多分小雪さんが演じてるものが一番普段の日常生活では、意図的に使えるものじゃないんで、確かに。難しい。でも幸運も結構使いようがでも自分で発揮できないもんな。宝くじ買って絶対当たるってわけじゃないもんな。ああ、それだったらよかったんだけどそなれ。だったらよかったんだけどな。そんな意図的に使えるんだったらもうバンバン活用したいけどな。はい、じゃあ、演じてる上で意識していること、または好きなセリフなどがあれば教えてほしいです。ありま意識していること。意識していること。なんだろう。普通であることですかね。確かに大事、このえちゃんはそれ。なんかどこにでもいそうな普通の子
っていうイメージが崩れないようにはしてるつもりです。そういう子ですからね、このえちゃんは。は普通が売り的な。い。普通が売り。間違いではない。夏さんはどうですか？鳩山くんはいろいろありそう。ありそう。僕はあんまり考えるの得意じゃないので、ちょっと言ってしまうと、そうだな。なんか楽しそうだなってニュアンス感じてもらえるような演技を心がけてます。だから、本当に天ヶ谷一生役の真央さんとか、あれ本当に聞いてて、楽しそうにやってるなって思うんで、ああいう風になれたらなって思いながらやってます。憧れの人、真央さん。今田会津。逆に難しく考えないっていう方向がなんか普段の日常的ななんか鳩山くんにつながってる感じはしますね。自然体？あまり難しく考えない方が自由なキャラクターに合ってるという感じですか？わかんない。普段の夏さんはなんかあれですか？なんか普段からなんか料理つまみ食いしたりとかはしないんですか？しないです。ちゃんと食卓で待ってます。人参食べますか？人参は私と一緒ですね。人参食べるの難しくないですか？思うんですけど。難しいとは難しい。感じたことないんです。どう難しいんですか？だってなんか、ごとって出てくるじゃないですか。カレーとかシチューに限られるんじゃないかな。確かにな。ごと、その表現初めて聞いたな。人参ってごとって出てくるじゃないですかって。ごとって聞くともう一本丸々出てくるイメージが。ナツさん、雲説出てきてしまう。家庭の事情かな多分。ごとって人参が出てくるので、これ食べにくいなと思って、だんだん嫌いになりました。したかな。わかります。この後、みんなで、人参食べられませんって、叱ってもらいに行きましょう。行きたい。行きたいですよね。行きましょう。ガチ選しかいない。人参食べられるけど、食べられないってことにして。それはいいの？お願いしに行かないと。お願いしに行かないと。もう、みんなでペシに行こう。ペシで次行きましょう。はい、ペシで次行きましょう。はい。じゃあ続いての質問ですね。じゃあ、そうですね、CV さん同士の中で面白話などあったら教えてくださいと。そうですね、僕ら、以前上がっているものだと、オーディオコメンタリーなどを撮ってるんですけれども、その中でも、ちょっと時間の都合上とかで泣く泣くカットしてしまったくだりももちろんあるんですよ。そういうところとかでお話できるところがあれば、話していこうじゃないかという感じですよ。そうですね。いいですよね。OK です。言われて困ることは何もないですからね。まず思うんですけど、リカさんは、自分の死をネタにしすぎです。ダメとは言いんですけどね。いきなりダメ出しから始まった。いやダメ出しじゃないですよ。で成仏しときますとか。だって死んじゃったし。こんだけなんか自分の死をプラスに捉える人も珍しいなと思って。だってそれはいじられすぎて感覚が麻痺してきていじられるんだったら自分からいじった方が傷浅いかなって思ってだから死んでるのは死んでるしなって思って
誰がいじってるんだ。そうだな。監督とか、あと監督とか、あと監督もいじってきましたね。あれ犯人が。監督も、そういえばいじってましたよね。主犯が一人しか見えなかった今。あ、カンペが誰だろうなって白々しい感じのカンペが出たんですけど。誰かってそんな、キャラクターの死をいじれる人なんて、そんな、恐れ多いことできるの一人しかいないじゃないですか。あと、いじるとは違うんですけど、あと、まあ、これはカットされた部分ではないんですけれども、AC の冒頭部分を見ていただけた方ならもしかしたらわかると思うんですけど、なんて振りをするの小雪さんって。見たことある。だってね、でも私主に無茶ぶりするのシンクさんだけだったと思うんですけど、あれ違いますね。そのシンクさんが、そっか、そのシンクさんから回ってくるから、シンクさんが悪いんだ。いやなんかね、シンクさんなら答えてくれるかなって思っちゃうんですよね。そのシンクさんが答えた上で回すからもう後にね、もしかしたら後にナツさんもね回される可能性があるんで怖い。覚悟しといてください。今のうちにネタ温めといてください。いや何から出るか分かんないのにだいたい私の次にシンクさんが来ると危ないんですよね。じゃあ次シンクさんお願いしますって展開になるから。そう面白こういういことってで割とシンクさんも自発的に言っちゃうからでもこれ聞いてる人って結構ね、いやちゃんと台本あるんだろって思ってる方多いと思うんですけど、本当にこれで何も台本がないということが分かっていただけたのかなっていうのがすごいありますよね。なんもないんですよ全員が全員無茶ぶりで。無茶ぶりで無茶ぶりをするみたいな、無茶ぶりされて無茶ぶりを振るみたいな。そう次はラグナさんが無茶ぶりされる番だな。おラグナさん面白いことお願いします。何ちょっと待って、ここ無茶ぶりのコーナーじゃないんですよ。面白いこと言ってください。お願いします。楽しみ。面白いこと？下ネタでもいい？はい、カットでお願いします。チョキチョキしましょう。そうラグナさんといえばこの爽やかな声から下ネタの帝王ですからね。帝王じゃないよ。そんなに言ってないよ。絶対 TA のキャストで下ネタ言う人って言ったらラグナさんですからね。いや言うて、まあ目立ってるのかわからないけど、言うてそんな言ってないですからね。いや覚えといてください。夏さん、この声でめっちゃあんなことやこんなことね、T で唯一 P 入った人じゃないですかね。もう大体カットされたのラグナさんのせいくらいのね勢いでね言ってましたもんね。そんなに？いや自分もあんな長い P が入ると思わなかったんだよ。バッサリカットかなと思ったら P だったよ。TA 界の PO で PO で PO でやめてください、本当にそれは。下ネタのラグナーでお願いします。いや、違う、それは違う。他の CV さんに関してはないのか。あの CV さん、うわー、ネタの宝庫が一人いるんだよな。神のそう。いや私も人のこと言えませんでしたけど。いやでもそれ以上の逸材が一人いますよね。そう。夏さんも憧れているというあの人、実は。場にいなくてもすごくいじられる。一つ発言すれば、その一つがね、もう10にも100にも膨らんでいじられるみたいな。すげえ。いじられ界の帝王ですからね、彼は。そうか。夏さんも憧れの人ということで。そんなこと言ったらもう、そんな、みたいな。もう赤面で、それしばらく話せない。そう。はぁってなってる。とか言って。私がそんな感じの人なんで。めっちゃ話しやすいこと間違いないですよね。
さて、縁も竹縄ではございますが、お時間となりましたね。ホタルの光流れ始める。ここで、小雪さんどうでした？いや、なんか改めてこうやって話そうってなるとすごい何話していいか分かんない感じがすごくあるんですけど、うんうん。なんだろう、楽しいんですけど、なんかいつもとは違うじゃない、違う視点で違う視点で楽しめたかなっていう感じがします。今日は神まみたって言わないぞって思ったのにみんな、閉まらないな、締めなのに。いやでもいつもとは違うお話が聞けて楽しかったです。ありがとうございます。ありがとうございございま。ますでは次、ナツさん、どうでした？はい。僕、ずっと動画勢だったので、動画の中に入れて、嬉しいです。あ、動画で見てたやつだっていうふうに思いました。とても楽しかったです。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、ゲストお二人をお招きしてやってきました。来ました。お疲れ様です。なんか今回で感じたんですけど、うんうん。なんか僕喋れば喋るほど墓穴掘るんじゃねえかなって思い始めて。あー、みんなそんなところありますね。男性陣はみんな喋れば喋るほどボロ出ますよね。確かに。だから多分ナツさんもそのうち出さないようにします。ね、次はオーディオコメンタリーかなんかでお会いしましょう。はい。それでは皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございましたこの絵、あんたは何を信じるの？DRTA 特別企画編では、本編を盛り上げていくため CV やキャラクターに対する皆様からの質問、 CV にこんなセリフを読み上げてほしいなどのリクエストを募集しております。応募方法は DRTA のホームページにあるコンタクト欄からメールを送っていただくか、ジアフターラジオのハッシュタグをつけて質問やリクエスト内容をツイートしていただければ、 CV が応募してくださった方のお名前とメッセージの内容の両方を読み上げさせていただいた上でお答えをいたします。動画のラストを飾るエンドカードを募集するエンドカード企画もまだまだ募集しておりますので、お便りともども皆様の参加お待ちしております。とまあこんな感じでよかったか？んじゃまた本編で会おうぜ。